こんにちは、増田則弘です。今回のお題は、その撮影、実は違法です。副題として、日本は権利関係の意識が低いことを自覚して注意を。こういう話をしたいと思います。実際には制約だらけの映画撮影。家庭用のビデオカメラが一般的になって、その後、スマホの驚異的な進化と普及によってですね、本当にこの動画撮影というものが手軽になったんですよ。もう大げさでも何でもなく、本当に誰でも映画が作れる環境っていうのをすでに持っているんです。特にスマホを考えてみると、撮影機材、録音機材、編集機材、そして発表するためのインターネットにも直接つながっていると。こんな環境が今手元にあるという時代なんですね。ところが、あんまり知られていませんけれども、ほとんどの撮影行為っていうのは違法か違法スレスレのものなんです。これはあんまりご存知ない方が多いと思うんですね。例えば、自分で購入した書籍の表紙を自宅で撮影したとします。この撮影までは何の問題もないんですけれども、これを SNS で公開すると。これはですね、厳密に言うと、著作権の侵害、違法行為になってしまうんですね。いや、自分で買った本を取って何が悪いんだと。むしろ本の宣伝になっていいじゃないかっていうふうに思うかもしれませんけれども、法律としてはこれは違法だと。ただこの著作権の侵害っていうのは、その権利者がこの人違反してますと訴え出ない限り問題にはならないので、特に何事もなく普段住んでいるんですけれどもね。厳密に言うとこれ違反だと。本を出版している人たちからすると、本の表紙を紹介されたと言って文句言う人はいないよと。それこそ宣伝になるからいいっていうふうに言う人もいますけれども、法律上は違法。本の中身を撮影して発表するとなると、もうこれは権利者から訴えられる危険がぐんと上がりますからね。著作権の侵害ということで、訴えられてもおかしくない状況です。いや、テレビなんかではいろいろと本を紹介したりしてるじゃないかと思いますけれども、これは基本的にテレビ局はあらかじめ許可を取っているものなんですよ。音楽もそうですけれども、年間でいくらということをまとめてお金を払っておいて、で、撮影なり、音声を使うなりしていると。で、撮影した映像を使うなり、その音声を使うなりしていると。だから、テレビの真似をするっていうのは非常に危険だということなんですね。そこで、著作権を意識する人っていうのは、わざと、この書籍とか、雑誌の類を映すときに自分の手を入れたりするんですよね。自分で持っている映像にしたりする。そうすることによって、これは本を撮っているんじゃありませんよと。人物が持っている小道具として映っちゃっただけなんですというような体で、なんとかグレーな状態にしようとしているというふうに言われています。テーブルの上に本が載っているという時も、これはテーブルの映像なんですと。たまたま本が映り込んでいるだけなんですという体にしていると。ただこれによって合法になるっていうわけじゃないんですよ。あくまでもグレーに持ち込んで、解釈によっては違法とは言えないという形にして、少しでも安全にしているというだけです。これは書籍に限ったことではないので、注意してください。以前であれば、個人で使用するなら OK だけれども、商用利用は禁止ですよという線引き。これが分かりやすかったんです。個人で撮影してもそれを見る範囲というのは限られてますからね。ところが、今はインターネットで誰もが発信できる時代ですから、実質的には発信というのは全て商用利用につながります。これも解釈がいろいろですけれども、例えばあなたが SNS だとか YouTube で情報を発信したとする。で、私はこれ広告料取ってませんよと。無料で公開しているだけなんですと言ってもですね、その媒体という場所を提供している会社、ここは事前事業であなたに発表の場を与えているわけじゃないんですよ。お金を取って広告収入を上げる場を運営しているという、そういうビジネスなんですね。つまり、あなたが広告料を受け取るかどうかとは別に、その情報っていうのは商用利用されているわけです。今は発信者個人が広告料を受け取らなくても、広告が流れますよね。
その YouTube なら YouTube、SNS なら SNS を見ている人に対して何らかの広告が出ているという時点でその媒体自体がもう商用ですから、商用利用禁止ということを考えるとすると、すべて違反事項になってしまうと。撮影場所について考えてみても、これもなかなか厳しいものがあるんです。撮影禁止の場所では撮影できない。これはまあ当たり前ですよね。特に撮影が禁止されているわけではないという場所。ここで映画の撮影を行っていいかどうかってなると、ほとんどの場合はグレーになるんですよ。安心して使っていいのは、オーナーに許可をもらっている私有地、こういう場合だけだと思ってください。一般の人が入れる砂浜だとか公園、こういうところで写真や動画を撮影できるじゃないかと。別に誰にも迷惑かけてないじゃないか。これは、他の人に迷惑をかけていない限り、多めに見てもらっている状態なんだっていうふうに認識してください。そこで自由に撮影する権利っていうのがあるわけじゃないんですよ。本来は私有地での撮影と同様で許可が必要です。その場所っていうのは誰かの持ち物ですからね。それが個人であるのか、市町村であるのか、国であるのか、持ち主は違いますけれども、その持ち主の許可がないと本来は撮影はできない。ここへ来て自由に撮影していいですよっていう宣伝している場所っていうのは、もう例外中の例外だと思ってください。例えば、ある100円均一ショップ、店内の撮影可っていうふうにわざわざ書いてあります。その品揃えを撮影して拡散してもらうことによって宣伝効果があるというふうに判断して許可をしていると。これは例外ですよね。普通店舗の中っていうのは撮影禁止ですから。全く人がいない砂浜で撮影をして、これは国有地なんだから許可を取ってもらわなきゃ困りますっていうふうな、このクレームはつかないとは思います。要は、権利の侵害をしていても、訴えられなければそれは表面化しないという、初めに言った状況ですよね。で、何も言われていないんだから、問題はないんだというわけではないということ。繰り返しになりますけれども。私が全編グリーンバック合成の映画作りの手法っていうのに、だんだん切り替えて作っているというのは、ここにも理由があるんですね。よく言われるんですよ。なんでそんな面倒なことするのと。その場所で撮影しちゃえばいいじゃないかって。例えば観光地で綺麗な景色を前に映画の撮影をする。これは許可がいると。で、商業映画とかドラマの撮影現場を見た人はわかると思いますけれども、彼らは許可を取って撮影しているんですけれども、他の人にとっては迷惑以外の何者でもないんですよ。許可を取って占有しているけれども、自分たちも観光客としてお金を使ってここに来ているのに、なんでそんなドラマの撮影があるからといってそこに行けないんだと。もっと近くで滝を見たい。滝をバックに撮影したいのになんでできないんだ。これ迷惑をかけているっていうことなんですよね。作り手っていうのはこういうこともちょっと自覚した方がいいとは思います。それで私が活用しているこの全編グリーンバック合成という手法を使うと、ほとんど記念写真と同様なんです。人がいない時を見計らってさっと背景映像に使えるような映像を撮影すれば、ほとんど誰にも迷惑をかけずに、その景色が撮影できると。その映像を加工して映画の中に取り込むという手法なんですが、これは厳密に言えば、堂々と合法とまでは言えませんよ。そこで撮影した映像を使うという時点で。でも、完全な違法とも言い切れない、少なくともグレーな状況にできるんじゃないかなというふうには思っているんですね。少なくとも人に迷惑をかけていないという点で、訴えられる危険が減ると。例えば、公共の博物館内っていうのは、一部の例外を除いて撮影できます。撮影できないところは、これは撮影禁止ですと書いてありますから。で、その撮影した写真、映像を SNS で公開するということも禁止はされていないようです。もちろんそこに映り込んでいる人物から肖像権の侵害だということで、訴えられる可能性はあるわけですけれどもね。例えば博物館の映像っていうものに、グリーンバック撮影した登場人物を合成すれば、特別な許可を取って貸し切り状態にしたり、
周囲に迷惑をかけながらゲリラ撮影をしたりということをなしにして、比較的安全に博物館のシーンが作れるんじゃないか。これもあくまでもグレーというだけで、今後は何らかの許可が必要になるという可能性も高いです。例えば映像合成がどんどん綺麗にできるように技術が進歩していくと、施設が映画撮影の許可を出したと誤解されて、何か都合の悪いことも出てくるかもしれませんよね。こんな作品にこの施設は許可を出したのかというようなクレームが入るとなると、これめんどくさいですから、そもそも撮影した映像を使用するの禁止っていう風になる可能性は高いです。そうなると、もう残された方法としては、撮りたいシーンのセットをミニチュアで作って合成するという手法、これになっていくと思うんですよ。これはかなり乱暴なやり方ですけれどもね、自分で作ったミニチュアセットで撮影する限り、これは違法なのか合法なのかっていう心配は全くありません。そして、イメージ通りの場所のシーンを自由に作れる可能性があるということです。ミニチュアセットを主役にしない。多くの撮影は違法スレスレ、グレーな状況なんですよという話をしましたけれども、脱線としてこのミニチュアセットを使ったらどうかという話になっています。ミニチュアセットを実写映画の背景として使用する場合、二つ問題があると。不自然にならないような自然な合成ができるんですかという問題。それから、そもそもリアルなセットが作れるのかという問題。この自然に合成できるかどうかっていうのは、ソフトウェアの進歩が著しいこと、それからそのソフトを使いこなしていく中で、作業者の技術レベルが上がっていけば、及第点には達すると思っています。リアルなセットが作れるかという問題については、模型工作の技術力、これが直結しますよね。もちろんできる限り本物に見えるくらい精巧なミニチュアを作る。これに越したことはありません。でも実は単なる模型工作よりも人物を合成する前提の模型工作の方が工作は容易なんですよ。これはなぜかと。かなりよくできたミニチュアセットもそれ単体で本物と見間違えるっていう、こういう出来のものっていうのはなかなかないんですよね。どうしてもよくできた模型という印象になるはずなんです。これはこれで楽しいんですよ。ミニチュアの楽しさというのがありますから。でも、ここに動く人間がしれっと合成されるとですね、この模型っていうのは一瞬で脇役になるんですね。人の目っていうのは動く方に注意がいきますから、特に映画の中で登場人物が出てきたと言った場合、背景よりも人物に集中力は向かいます。そうすると、背景となる模型っていうのは脇役に回る。脇役に回った時の模型っていうのは、その途端に本物感が出て、強いんですよね。日本の怪獣映画の多くで使われているミニチュアセット。これはもうとてつもなくよくできているはずなんです。10倍のお金をかけたハリウッド映画にも引けを取らない成功さだと思います。でも、どうしても本物に見えずに、よくできたミニチュアというところから抜けられない。こういう印象になるのは、私は模型を画面の主役にしているからだと思います。怪獣映画の場合は、怪獣も模型の一つですからね。よくできたミニチュアには見えるけれども、本物には見えない。もしかしたら、もう伝統的に特撮の撮影とドラマ撮影、これ別々の監督を立てて別の場所で撮影されていると。こういう伝統が原因なのかもしれませんけれども、人物とミニチュアを一つの画面に合成する効果っていうのを活かしきれてないと思うんですよ。例えば怪獣がビルの上の方を壊している映像で、すぐ下の階のオフィスで人々が慌てふためいているっていう合成映像。これはとても少ないんですね。ないことはないです。昔は本当にもう工夫をして、ミニチュアのビルの中に鏡を仕込んで、スタジオの遠くの方に人を立たせて、その人がミニチュアセットの中の鏡に小さく映り込むと。こういう状況にして撮影したという丁寧な場面があって、もうリアリティがすごいです。こういう成功例があるのに、生身の人間を合成するということがあまり活用されてないんですよね。
本物の人物が映り込むと、観客は必ず人物を基準に状況を判断するんですよ。現在では自主映画も商業映画もパソコンで映像を合成していたりしますからね。そのレベルっていうのはかなり高いんです。昔で言ったら考えられないような精巧な合成ができる。怪獣がビルの上の方を壊しています。下の階で走り回っている人が窓越しに見える。これを一瞬でも合成すれば、その絵面っていうのはかなりリアルに見えるはずなんですよね。これを利用しない手はないんです。ある程度の品質のミニチュアセットが作れて、自然な人物合成が実現できれば、あとは観客の錯覚も味方してくれます。ミニチュアセットでも十分シーンを成り立たせることができる。そういうふうに考えます。例えばいかにもおもちゃっぽいドールハウスのレベルの室内セットでも、小道具の工夫をして室内シーンの背景として撮影すると十分通用するかもしれません。ちょっと合法的に撮影するっていうのはなかなか大変ですよという話題から、その抜け道としてミニチュアセットを活用しましょうという脱線の形になりました。この権利関係について詳しくはですね、取ってはいけないというタイトルの単行本が出ていて、いろいろと参考になります。飯野宝という人の書いた本です。表紙に知らないとあなたも犯罪者になる。誰もが知っておきたいスマホ時代のルールとマナー。こういったことが書いてありますけれども、興味がある方はぜひ読んでみるといいと思います。参考になれば幸いです。